皆様こんにちは。なぜなくチャンネルです。結構久しぶりの講師になるんですけれども、今週はですね、どうしても伝えなければいけない非常に大きなニュースがありましたので、緊急放送ということで、こちらの動画を撮ることにしました。今週のニュースといえば、やはり、ゼレンスキー大統領の訪日なんですよね。G7 のサミットというすごく大きな出来事がありました。でこの出来事に関しては実は、3つのニュースがあります。1つは、日本にとって悪いニュース、もう1つはウクライナにとって非常にいいニュース、そして3つ目は、日本というかもう全世界にとってとてもいいニュースであります。順番でいくんですけれども、まず悪いニュースからというか、ニュースというか皆様にとってはそれは多分周知の事実だと思うんですけれども、日本のマスメディアは相変わらずセキュリティの概念も常識もないバカであるっていう、ニュースであります。これはですね、もう皆さんは知ってると思うんですけれども、改めてぜひその怒りを表明させてください。私はですね、今回に始まったことではないんです。3月21日、岸田総理がウクライナを訪問したんですよね。その時もですね、日本政府はいろんな努力をしまして、電撃訪問したかったんですよね。なので、まず岸田総理がインドに行きまして、インドから内緒でポーランドに行きまして、ウクライナに入国するはずだったんですけれども、政府内でその情報をリークした人がいて、でリークした人がいるのはまだしも、日本のマスメディアはですね、マジでポーランドの現地に行って、その、駅の方で待ち伏せしてて、そしてマジでそのほぼ生中継で、見てください、岸田総理が今列車に乗ります。もうですね、本当にバカバカしいなんですよ。今の時代はですね、言うまでもなく、情報戦の時代であります。今ウクライナでもですね、その情報の取り扱い方に関していろんなすごく厳しい、規制があるわけなんですよ。例えばですね、砲弾やミサイルが着弾した現場の写真を撮るな、撮った場合には絶対に SNS にアップするなとか、または、ドライブレコーダーを使うな、そのドライブレコーダーに自国軍の動きが映る可能性があるので、その情報が敵に渡ったらもう敵のために偵察することになっちゃうんですよね。そういうさまざまな規制があるんですよ。ましてですね、今の技術はすごく発展してまして、もう AI を使って SNS に上がっている動画などを分析して、敵が情報を得ているわけであります。言うまでもなくですね、どんな小さなマスコミでもちゃんとカメラを回してそれを放送した場合には、その情報がもうすぐに真っ先に、敵に分かることになると思います。でですね、その時間と、岸田総理が列車に乗った時間とその列車の出発時間の分かっていれば、いつそこにミサイルを撃ち込めばいいか分かるわけなんですよ。でですね、今ウクライナは欧米からさまざまな支援をもらってるわけじゃないんですか。なのでですね、ロシアにそういう気があれば、いくらでもですね、岸田さんが乗ってた列車をミサイルで破壊して、でそこには欧米の武器が運ばれてたと思ったんだって言い訳をすれば普通に通じるんですよ。だってそもそもロシアなんて国際法なんかいつも無視してる国なんだから、もう平気で暗殺をすることができたではないかと思います。でその時でも日本のマスコミはしっかりといろんな方面から叩かれたんじゃないですか。いろんな有名人、いろんなコメンテーター、いろんな一般の SNS の利用者がその日本のマスコミを批判しまして、でもそんなことはあってはならないと強く抗議しただと思いますね。ところがですね、マスコミはそれから何かを学んだかと思ったら、全く何一つも改善してないし、何一つも学んでないんですよ。私もですね、そうなるかなってすごく心配して、ゼレンスキー大統領が来る1日前に、ツイッターで警告したんですよ。これからツイートが表示されるんですけれども、私ははっきり書いたんですよ。もうマスコミの皆さん、ゼレンスキー大統領が〇〇空港に到着しました、〇〇国道を走行中とか生中継とかそういうことをマジでやりませんようにしてしまったら、もう全世界から笑われて、もう危機意識がないというふうに、バカにされることになるんだよって言ったんですよ。すごくバズりました。いいねは3万以上もらってまして、もうリツイートもいっぱいありました。だからメディア関係者の目に確実に入ったわけなんですよ。
じゃあ彼らはそういう警告を聞いたと思いますか？なわけないんですよね。もう犯せる失敗を全て犯してしまったわけであります。まずですね、ゼレンスキー大統領が来る前から彼らは現場の警備体制に対する詳しく取材しました。もう本当に現場に来て、それ全て収録しながら動画に収めながら警備体制について報道したわけであります。これはですね、要するにテロリストに向けて、現場はこんな感じですよ、弱点探してくださいと、いうのようなことなんですよ。でその後は彼らは何をしたかというと、ゼレンスキー大統領の参加が決まると本当にいち早くそれを速報しました。ウクライナですね、ウクライナ政府はゼレンスキー大統領が日本に直接行くことを伝えませんでした。ウクライナの政府がちゃんとオンライン参加だよっていう、偽物の情報を発信して、安全の対策をやろうとしたんですよ。ところがですね、もうそれは日本のマスコミの手に正しい情報が入ると、もうすぐに全世界に向けて、ゼレンスキー大統領広島に来るぞ、直接参加するぞってみんなに伝えたんですよ。要するに、テロリストに向けて、ゼレンスキー来るから準備してくださいねって、したわけであります。その後はですね、到着前に、およそ時間とどこに到着するかはっきりとみんなに伝えました。別にですね、そのゼレンスキーが来るっていうだけだったらまだまだ安全対策はいくらでも取ることができるんですよ。だってゼレンスキー大統領は広島空港に到着するかもしれないし、米軍基地から入るかもしれないし、逆にあえて東京まで行ってそこから来るかもしれないんですよ。それね、分からなければ狙うことは結構難しいなんですけれども、日本のマスメディアは、今日の夕方、広島空港ですってはっきり伝えたんですよ。要するに、テロリストに、ここにいるぞと言ったんですよ。すみません、そうですね。で、それ伝えただけではなくて、本当にゼレンスキー大統領が到着すると速報、生放送、いち早く到着したぞって、はっきり伝えたんですよ。それだけではなくて、ゼレンスキー大統領が空港から現場に移動するときにマジでヘリコプターを飛ばして、上空から生放送をしました。だからここにいるぞ、狙うならここだよってはっきりとテロリストに教えるわけで、あります。それはですね、もう、日本のマスメディアはいつもさ、日本は、報道の自由度が非常に低いんだとか、報道自由ランキングは毎年下がってるんだって言ってるんだけれども、逆にこの、要人の来日に関する報道を見ると、そんなことは絶対ないことがすぐに分かると思います。外国ではもっとちゃんとしてるんですよ。別にね、ゼレンスキーが来ることを伝えるなって誰も言ってないんですよ。しっかりとですね、もう20分でも30分でも1時間でも時差を置いてもいいんだから、生放送だけはやめてくださいっていうのは世界の常識なんですよ。だからもちろんウクライナのニュースもゼレンスキーの到着を伝えたんですけれども、3時間の時差を置いてそれを伝えてるんですよ。逆に言うとですね、ウクライナは今戦時中なんですけれども、ウクライナでは同じことをやろうとしたら多分敵国のスパイとして摘発されると思うんですよ。他の海外のマスメディアでもやはりその辺だけはちゃんとしてると私は思いますね。日本のマスメディアとなったらいくら指摘されてもいくら批判されても全く、何も学んでないわけであります。これは一つの悪いニュースでありました。良いニュース、良いニュースに行きます。今まではですね、ウクライナはもう戦争始まってからずっと地対空ミサイルを提供してくださいと、いろいろ願ってたんですよ。いろんな国に行ってお願いしてたんですよ。ところがですね、なかなかですね、それは実現しませんでした。ところがですね、今回の G7 のサミットでバイデン大統領がはっきりと、ウクライナへの F16 の、戦闘機提供に反対しないとはっきりと言いました。しかもですね、そのウクライナに F16 を提供する国と、ウクライナの F16 パイロットを訓練する国はしっかりと話し合って、もうその戦闘機同盟を組んだわけなんですよ。はっきりどの国が書いたかというと、
ポルトガル、イギリス、フランス、米国、オーランダ、デンマーク、ベルギーが、これからウクライナに F16 を提供するために協力するっていうことは、はっきりしたわけであります。で、それを受けて、ウクライナの防衛省、国防省も、しっかりとツイッターで声明を出しまして、これからここにツイートを、表示するんですけれども、ウクライナ防衛省も、今年の秋まで、アメリカの F16 がウクライナの空を飛ぶっていうことを、ほのめかすツイートを、しました。要するにですね、もうそれは確定した話なんですよ。で、F16 は大きなゲームチェンジャーになります。今まではですね、ウクライナはソ連産のミグとかそういう、ソ連産の戦闘機ばっかりもらってたんですけれども、これは要するに、ロシアと全く同じ装備でありました。でもですね、F16 はミグよりずっと優れてます。ずっとというか、何が優れてるかというと、射程距離なんですよ。今はですね、ウクライナのミグは、敵を攻撃するためには40キロの距離に近づかなければならないんですよ。それはもちろんロシアのほとんどの、防空ミサイル、防空システムがほとんどは40キロ距離まで近づいた戦闘機を撃ち落とす能力を持っています。ところがですね、F16 となると、160キロなんですよ。要するに160キロの距離からミサイルを発射できます。つまりミグと比べて4倍も、長い、射程距離を持っているわけであります。それによってはですね、本当に数多くのウクライナのパイロットの命は助かるわけであります。これからここに地図を表示するんですけれども、その多くのロシアの地対空ミサイルは160キロ離れている、的を撃ち落とすことはできないんですよ。もちろんできるものもいっぱいあるんですけれども、それでもですね、確率はだいぶ低くなるわけであります。で、皆さんはご存知なんですけれども、これからですね、ウクライナは大規模反撃を行うわけであります。そして、ウクライナの対外情報局は、クリミア半島にも上陸する計画を、はっきりと言っています。クリミア半島を取り戻すときには F16 はなくてはならない。なので、このニュースは非常に大きいですし、もう国際社会はもはやロシアを恐れなくなって、ウクライナの勝利に必要な武器を全て提供するようになったということは分かったではないかと思います。もう一つのいいニュースっていうのは、そもそも G7 は何のために集まっているのか、どういうことが話し合われるかっていう話なんですけれども、実はですね、私に言わせれば、今回の広島の G7 サミットは、今後は歴史教科書で20世紀のヤルタ会談と呼ばれるではないかと思うんですよね。ここで注目すべきなのは、ゼレンスキー大統領がウクライナを出てから誰に会ってきたのかですね。まず広島に来る前に、彼がアラブ諸国の方に行きました。それは何を意味するかというと、まずですね、ロシアの経済は何で成り立っているか考えなければいけないんですね。簡単に言うと、ロシアの経済は完全に資源の輸出に、依存しています。要するにですね、石油の価格は高い時にロシアの国力も高くて、石油の価格は低い時にロシアの国力もあっという間に落ちてしまうわけであります。これは今に始まった話ではなくて、ソ連時代からそうなんですよ。ソ連時代でもですね、アフガン戦争がありまして、でもちろんそのアフガニスタン人の強い抵抗によってソ連が失敗したんですけれども、もう一つの大きな要素っていうのは、石油の価格なんですよ。アフガン戦争が始まってから石油の価格はだいぶ落ちてしまって、ソ連がそれによって外資を入手できなくなって、そして負けてしまったわけであります。これいつもそうですよ。で、今のロシアははっきり言って、ソ連時代より、経済が弱いんですよ。なぜかというと、ロシアは、今ハイテク技術をほとんど持ってなくて、例えばロシア産のスマホがないし、パソコンもないし、テレビもないんですよ。そういったようなハイテク技術を全て海外から輸入するわけであります。で、今は国際経済制裁を食らってて、結局は中国の製品に頼らざるを得ない状態に落ちてしまっているわけであります。で、今まではですね、ヨーロッパは、ロシアから石油や天然ガスを買わないという方針で動いてきたんですけれども、
残念ながらアラブ諸国は石油価格の低下に強く反発していまして、今まではそれを実現しませんでした。なんだけれども、こうやってですね、ゼレンスキー大統領がもちろんアメリカのサポートを受けて、アラブ諸国と対等な立場で話し合いできるっていうのは、おそらく、アラブ諸国が、アメリカの立場を受け入れて、これから協力してくれるんじゃないかっていうことを示しているではないかと思いますね。これは一つ。その後は、ゼレンスキー大統領が広島に来た時に真っ先に誰に会ったかというと、インドの首相なんですよね。インドのリーダーに会いまして話し合いしました。これも大きいんですよ。実は今までは、インドも一応アメリカのロシアの石油の価格の最大価格を守ってきたんですよ。つまり、インドもヨーロッパの経済制裁に違反するようなことをするつもりはないと言ったんですけれども、そう言いながらやはりロシアからの石油をいっぱい購入し始めたんですよ。それも、ロシアにとって大きな支えになっていました。ところがですね、こうやってインドのリーダーがゼレンスキーと直接会った、そして他の G7 のリーダーと話し合ったことは、やはりインドもこれからより協力的になることを意味するではないかと考えています。なのでですね、本当にみんなに理解していただきたいのは、もうこの G7 はですね、本当に、ロシアの敗北は確定したことを前提と行われているわけであります。なので、もちろん日本でヤルタ会談を言い出すとあんまり響きは良くないんですけれども、でも本質はですね、要するに戦後の世界秩序、戦後の国際体制に関する話し合いという意味で、私はヤルタ会談という例えを出してるんですよ。だからロシアの敗北は 100% 確実に確定しています。で、ここで日本にはもちろんそれは日本にとっていいことでしかないんですよ。なぜかというと、もちろん日本には3つの敵国があって、中国、北朝鮮、ロシア。そして、この3つの国の中で最もロシアに害を与えているのは間違いなくロシアなんですよ。もちろんどっちの方が大きな脅威かというと中国なんだけれども、実際に害を一番与えているのはロシアなんですよ。だってですね、北方領土の面積はもう尖閣と比較にならないぐらい大きいんですよ。で、ロシアはずっとそこに居座ってて、日本の固有の領土を不法占拠してるわけなんですよ。こうやってですね、3つの敵のうちは1つは倒れるっていうのは、もう日本の国益に確実に、いいことなんですよ。それを認めない人は逆にロシアの工作員でしかないと私は考えています。なんだけれども、ロシアの敗北を受けて日本にはもう2つの注意しなければいけないことがあります。1つ目はですね、いかに中国を利させないか。中国もですね、最近は中国でさえはですね、最近は全然ロシアに非協力的になりまして、多くのロシアの資源を狙い出しているわけであります。例えば最近のニュースで言うと、百数十年ぶりに中国がウラジオストクの港の使用権を取り戻したという話も出ています。ウラジオストクというのは本来は中国の領土だったんですよ。ロシアはその中国の領土を奪って、そこで東を支配するっていうロシア語の意味のウラジオストクという町を作ったわけなんですよ。でも中国っていうのはやはり領土拡大主義なので、いくら味方、いくら同盟国とはいえ、やはり全ての隣国の領土を狙っているわけであります。なのでロシアが敗北して国内で内乱が起きた時に、いかにですね、中国にロシア領土を取らせないかっていうことが大事な話し合いのポイントになるではないかと思います。この G7 のサミットでですね。そこではですね、もちろん日本はリーダーシップを取らなければいけません。中国の脅威を誰よりも分かっているのは間違いなく日本でありまして、ヨーロッパの場合はもしかして中国脱去論が出てしまうかもしれない。そこではですね、岸田総理にぜひそうならないように頑張るしかないと私は考えていますね。もう一つ、これからロシアが敗北した後に日本は本当に歴史的なチャンスを得ます。それは何のチャンスかというと、北方領土を取り戻すチャンスなんですよ。
だからぜひですね、1991年の日本政府の失敗を繰り返さないでほしいんですよ。実はですね、ソ連が崩壊した後でも日本は十分に北方領土を取り戻せたんですよ。なんだけれども、当時は今いろんなその政治的な理由があって、それを結局はすることができませんでした。それは大きな失敗なんですよ。でも今回こそですね、もしかして歴史の最後のチャンスが訪れると私は考えています。もちろん、プーチンが失脚してロシアが敗北して、そしたらロシアでは大きな内乱が起きてしまうわけであります。それを利用して日本は経済支援をする代わりに北方領土を返してもらうっていう政策を取らなければいけません。そうしたらですね、本当に戦争せずとも北方領土を取り返すことが十分にできると私は考えています。ただですね、北方領土を取り戻すのに一つのとても大事な条件があります。何だと思いますか？それはですね、鈴木宗男という人を絶対に交渉に関わらせないことであります。マジでですね、今までは、日露の北方領土に関する交渉が大きく後退したのは全て彼のせいなんだからね。彼がですね、そのアイヌ新法を、推奨してしまって、北海道を危険にさらした本人でもあるし、そして彼はですね、北方領土に関しては二島返還論という非現実的な考え方を出して、ロシアに日本にとっては北方領土は別に大事じゃないんだって思わせたわけでありまして、そしてずっとどんなことがあろうとも日本の国益よりもずっとロシアの国益を守った人であります。もうロシアの国会議員であります。いくら日本は有利な立場になっても、彼だけが日露交渉に関わってしまったら絶対に日本の国益は損なわれるわけで、あります。彼は絶対に二島返還だの一島返還だの、あるいは郷土管理だの、絶対にロシアに有利なことを言い出すわけであります。逆に言うと、彼と彼の娘さえ、この交渉に関わらせなければ日本の領土は帰ってくる可能性は非常に高いと私は見ています。はい、そうですね。なのでですね、今ですね、広島では本当に歴史に残るような大きな出来事が起きるわけであります。まだ始まったばっかりなんですけれども、本当に、歴史教科書に載るような大きなことなので、私も今後とも、毎日ニュースを見て、できる限り毎日発信していきたいと考えておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。またはですね、今もう一つ大きなニュースはバフムトの戦いなんですよね。あとウクライナの反撃なんですよね。次の動画はバフムトについて、撮りますので、興味がある方はぜひ、登録していただければと思います。本日ご清聴ありがとうございました。